さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。本日はホンダ ADV150 試乗インプレッションをやっていきたいなと思います。はい、というわけで本日はホンダ ADV150 の試乗インプレッションをやっていきたいなと思います。それで今回は元奥レンタルバイクというのを利用して2019年式買い替えモデルのね ADV150 をレンタルしてきました。このバイクはねアドベンチャーテイストのスクーターで、通勤通学それに加えて趣味までね幅広く活躍できるモデルみたいで、バイクを複数台ね所有するのはちょっと難しいけど、それらね全てを1台でこなしたいっていう風にね思った時に検討されることがね多いバイクなんじゃないのかななんていうねイメージがあります。この ADV150 はかなり人気車種で、私自身 150cc クラスぐらいのねスクーター結構ね好きだななんて思ってたんで、この ADV150 めっちゃ気になってました。それじゃあね簡単にではあるんですけど足つきとかいろいろ見ていきたいなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけでまずはじめにエンジンからいってみましょう。このエンジンは水冷4ストローク単気筒のエンジンで排気量は 149cc です。でタイヤについてなんですけど、アドベンチャースタイルにふさわしくゴツゴツとした雰囲気のタイヤで未舗装の道路にも行けるみたいなことがホームページにも書いてあったんですけど、今回は立ちこけが怖いんでそういうところには行かないんですが、これならねキャンプ場とかの砂利道とかでも割と安心して走れるんじゃないのかななんて思います。お次はブレーキについてですが、前後ともにディスクブレーキとなっているみたいです。そしてトーカルイについてはフロントもリアも LED が採用となっているみたいです。そしてねこのバイクのタンク容量は8リットルで、燃費はカタログスペックだとリッター 54.5km みたいです。結構ね車体も大きめだなっていう感じなので、燃費正直どうなんだろうと思ってたんですけど、カタログスペックを見る限りめっちゃ燃費いいですよね。これならね通勤通学ねかなり気兼ねなく使えて、それにガソリン容量も結構入るので給油回数が少なくて済むっていうのも正直ねありがたいなーなんて思いました。お次はねネットインを見てみたいと思います。スクーターってねこれがあるからいいんですよね。それじゃあ開けてみたいと思います。ちょっとフルフェイスのネットを入れてみます。どうだろう、入るかな。怪しいな。ギリ入るのか。入る？いや入らん。ちょっと私のフルフェイスこのねセナがついていたりとかする関係かもしれないんですけど入らなかったんですけど、多分ジェットヘルメットなら入るんじゃないかなっていうぐらいの大きさです。でヘルメット例えばこんな感じで入れて、こっち側にまだ空間があるので入れたい荷物をね入れるって感じかななんて思います。はい、ちなみにね私がいつも使ってるリュックを入れます。はい、こんな感じで余裕で入りました。 A4 サイズぐらいなら入るかなといった感じのサイズ感です。それでこのバイクね2人乗りも余裕でできるんですけど、キャンプとかね一人で行きたいって時にはこの後ろとかにもリアボックスとか積めそうな感じなので、積載面では全く困ることがないバイクなんじゃないのかなと思います。キャンプ行くのにもってこいですよね。はい、それじゃあね気になる足つきチェックいってみましょう。私の身長は150センチで、女性の中でもねかなり小さい部類になるので、このね足つきっていうのは私がバイクを選ぶ上でめっちゃ重要視しているところです。というわけでまた買ってみたいなと思います。はい、それじゃあ起こしますね。よいしょ。おー、それでこの ADV150 のシート高は 795mm で車重は 133kg なんですけど、足つきねこんな感じで今両足をついている状態だとめっちゃツンツン。それで割としっかりめにね座ろうとするとちょっとね片足つま先どっちかついてるかなみたいな、そんな感じになります。なのでちょっと手前に座るぐらいで身長150センチぐらいの人だと乗れるかなっていう感じになります。
それで片足立ちにするとこんな感じで、かかとが若干浮くかなといった感じの足つき性になっています。それじゃあね、このバイクをちょっとね前後に動かしてみたいと思います。取り回しですね。お、よいしょ。おー、はい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 、こんな感じでね、低身長小柄体型の私でも楽々取り回しができます。今までいろいろとねバイクの取り回しもやっているんですけど、中でも割と取り回ししやすい部類になるんじゃないかなって思っちゃいました。ちがみなの動画というわけで、足つきはこんな感じだったんですけど、正直ね最初カタログスペック見た時シート高 795mm って書いてあって、乗れるかなって若干心配はしてたんですけど、やっぱりスクーターということでシートのところの前にちょっと空間があるので、そこにお尻をずらせば、低身長でもね全然乗れるバイクなんじゃないのかななんて思いました。それじゃあね、早速 ADV150 実際に乗ってみたいなと思います。それじゃあ行ってきます。はい、というわけで現在 ADV150 に乗って多摩川沿いを走行中です。それで今回初めて ADV150 乗ってみているわけなんですけど、なんだろうこのバイク、軽やかなのにトルク感があるみたいなね、そんな感じのテイストな気がします。それでさっきね発進時に気づいたんですけど、低速時がめちゃくちゃ走りやすい。私ね運転がそんなに上手くないタイプなので、発進時ね若干ふらつくんですけど、このバイクはそれをね全然ね感じないようなね気がするんですよね。カブで例えたらハンターカブみたいな走りのね楽しさみたいなアウトドアテイストっぽいような雰囲気も持ち合わせているなぁなんて思っちゃいました。それでこのバイクのブレーキ性能についてなんですけど、このバイクは前後ディスクブレーキということなんで、もうちょっとね期待していたんですけど、その期待通りちゃんと止まってくれるバイクだなぁなんて思います。それでこのバイクの足つき性についてなんですけど、若干ねまたがった時にはちょっと足つき悪いけど、このバイク自体がすごい軽くてすごい扱いやすい感じがあるので、走行中に赤信号とかで止まってもちょっとねお尻ずらしはするんですけど、こうやってね今ね赤信号になるんで止まるんですけど、こう止まってでパッて足をついた時に足がねつま先ぐらいしかついていないにもかかわらず、すっごい足つき悪いなっていう風にはなぜか思わないバイクだななんて思いました。やっぱりスクーターは足つきがねそんなに良くなかったとしてもお尻ずらせばなんとかなるななんて思います。それじゃあね結構ね走ってきたので、この辺りで一旦ねどこかで休憩を挟もうかなと思います。カーブきたちがみなの動画。はい、というわけでコンビニ休憩です。今日はね割とあったかい日ではあるんですけど、ホットコーヒーを注文しました。それじゃあいただきます。バイク走行中にね飲むコーヒーってなんだかねホッとするんですよね。それでねこの ADV150 お顔もねアウトドアテイストでかっこ可愛くて、キャンプとかねアウトドアが好きな人がもう本当に好きだなっていう風に思うような見た目をしているので、もう乗っているだけで気分が上がるバイクだななんて思いました。ちがみなの動画。はい、というわけでコンビニ休憩でした。それでこのバイクのカーブ性能とか曲がりやすさとかについてなんですけど、私ね実は ADV150 乗る前に他の方のねレビュー見ていて、ハンドル切れるよみたいなことをね言ってたので、実際どんな感じなのかねめっちゃ気になってたんですけど、本当にガチで曲がりやすいでね、加速についてなんですけど、結構ね思った通りに加速してくれるし、車の流れに乗れないってことはまずないですね。なので本当にね流れの速い時間帯とかに走行する通勤通学で使いたい人とかね、すごいね便利なんじゃないかなと思いました。でもね私はこのバイクをね検討する方って通勤通学にも使いたいんだけどツーリングも好きなんじゃーっていう風にね思っ
ってる人だと思うんですけど、本当にねそれね全部こなせるオールマイティバイクだなーなんていう風には思いました。私も学生時代だったらめっちゃ欲しいなーなんてね多分思ってたと思います。ちがみなの動画。それでね結構ねこの道流れが速いんですけど、その流れに沿って今ねスピード普通に出してるんですが、めっちゃ快適やー、すごいトゥルトゥル進むような感じがする。このね ADV150 はツーリングにね行った時にすごいね景色も楽しめると思うし、走り心地もすごく快適な上に初心者でも本当に扱いやすいバイクなので、気軽にレンタルしてツーリングに行くのにちょうどいいバイクかもしれないなーなんて思っちゃいました。ちがみなの動画。はい、というわけで今回は ADV150 の試乗インプレッションってことでね、初めて人気車種であるこのバイク ADV150 に乗ってみたわけなんですけど、正直ね最初アドベンチャースクーターってどういうことっていう風に思っていたのですが、もう本当にねその名の通りアウトドアテイストな走り心地を兼ね備えつつスクーターのね良さも持っているという二刀流バイクだななんて思っちゃいました。でねこのバイクめちゃくちゃ意外だなっていう風に思った点があって、それは取り回しのしやすさ、そして曲がりやすさです。やっぱりね諸事情とかもあってバイク1台しか持てないよって環境ってあると思うので、通勤通学でたまには遊びにも出かけたいんじゃーっていう人にはねマジでもってこいの1台なんじゃないかなと思っちゃいました。ということで今回は ADV150 の試乗インプレッションでした。それじゃあねこのバイク借りたお店に戻してこようかなと思います。はい、というわけで今回 ADV150 をお借りしたホンダバイクス綱島さんに戻ってきました。レンタルバイクの詳細については概要欄にねリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。